まさか、役所の計算間違いじゃないの？無職で収入ゼロなのに、年間50万円。これじゃ、生活できないよ。退職した翌年の6月、多くの50代60代が、ポストに入っていた一通の封筒を開けて、玄関先で立ち尽くしてしまいます。それは、お住まいの自治体から届いた、国民健康保険料の納付通知書です。中には、震える手で封筒を開け、記載された金額を見て、何かの間違いだと、役所に電話をかけてしまう人もいるそうです。でも、残念ながら、それは間違いではありません。会社という後ろ盾を失ったあなたに対して、日本の社会保険制度が、真正面から請求してきた現実のコストなのです。退職金がたっぷり入るから大丈夫。新NISAで運用して、その利益で払えばいいや。もし今、退職を控えていて、そんな風に楽観視している方がいたら、はっきり申し上げます。その考えは、非常に危険です。なぜなら、この忘れた頃にやってくる請求書こそが、あなたの完璧に見えた老後資金計画を狂わせる、最初の、そして最大のトラップだからです。今日は、退職後に待ち受ける、国保、住民税ショックの正体と、それで人生が詰んでしまわないための、鉄壁の守り方について、徹底的に解説します。前回の動画では、年金が出るまでの生活費の話をしましたが、今回は全く別物です。生活費とは別に発生する、逃れられない巨額のコストの話です。これを知らずに退職届を出してしまうと、後で必ず後悔することになります。知らなかったで数十万円、数百万円を失う前に、ぜひ最後までご覧いただき、今のうちに対策を打ってください。こんにちは。お金と自由の航路へようこそ。では、本題に入りましょう。まず、多くの人が感じる疑問。なぜ退職後の国民健康保険料は、こんなにも高く感じるのか、という点から解き明かしていきましょう。現役時代も払っていたはずなのに、なんで退職してからの方が負担が重いの？そう思いますよね。これには、明確な3つの理由があります。この仕組みを理解していないと、対策の打ちようがありません。理由1、恐怖の時間差攻撃だから。これが最大にして最悪の要因です。国民健康保険料や住民税というのは、前年の所得1月12月に基づいて計算されます。ここがポイントです。現在の収入ではなく、去年の収入で決まるのです。つまり、あなたが退職して、収入がゼロになったとしても、保険料の計算基準となっているのは、バリバリ働いて、残業代もボーナスももらっていた、去年のあなたなんです。現役最後の年というのは、役職も高かったり、退職に伴う有給消化などで、意外と年収が高くなっているケースが多いです。その最高水準の年収をベースに計算された請求書が、収入がゼロになった翌年に、どさっと届くわけです。まさに、過去の栄光が、借金となって追いかけてくるようなものです。このギャップが、家計を直撃します。理由に、会社負担がなくなるから。会社員時代、毎月の給与明細を見て、健康保険料、高いなぁと思っていたかもしれません。でも実は、あれでも半額だったんです。会社員の健康保険は、保険料の半分を会社が払ってくれる、労使折半という仕組みです。しかし、退職して国民健康保険に入ると、会社というパートナーはいなくなります。つまり、全額自己負担になります。単純計算で、負担率は倍になります。計算式自体が違うので単純比較はできませんが、感覚としては倍増します。今まで会社に守られていたことに、辞めて初めて気づく瞬間です。理由3、扶養という概念がないから。これが、家族持ちの方にとって一番の衝撃です。会社員の健康保険では、専業主婦の奥様や学生のお子さんを扶養に入れることができました。扶養に入っている家族の保険料はタダでしたよね。1人でも3人でも
あなたの保険料は変わりませんでした。ところが、国民健康保険には、扶養という概念がありません。どうなるかというと、均等割といって、家族一人一人に対して、頭数分の料金がかかります。奥様の分も、お子様の分も、それぞれに保険料が発生し、それが世帯主であるあなたに一括請求されます。収入がない妻の分も払うの？はい、払います。それが国保のルールだからです。このトリプルパンチ。1、前年所得ベース。2、全額自己負担。3、扶養なし。これらが重なることで、退職翌年の6月に、とんでもない金額の納付書が届くことになるのです。自治体や所得にもよりますが、年間で50万円、多い人では上限の80万円、100万円近くになることも、決して珍しくありません。さて、ここからが本当の守りの話です。この高額な請求に対して、多くの50代投資家がやってしまいがちな、致命的な間違いがあります。それは、手元の現金を減らしたくないから、投資信託を取り崩して払えばいいや、という考え方です。あるいは、退職金が入ったら寝かせておくのはもったいない。すぐに一括で S&P500 やオルカンに投資して、運用益で税金を払おう、と考えている方、はっきり言います。これ、本当に危ないです。破産への入り口になりかねません。想像してみてください。退職した翌年の6月、国保の納付書が届きました。金額は予想以上の50万円。さらに住民税も数十万円届きました。合計で100万円近くを一括または数回で払わなければなりません。よし、予定通り新NISAの資産を一部売って払おう。そう思って証券口座にログインしました。しかし、運悪くそのタイミングで、〇〇ショックと呼ばれる世界的な金融危機が起きていたら、株価は大暴落しています。あなたの資産価値は、買った時より 30% も下がっています。今売ったら大損だ。後に年待てば戻るはずだ。そう思っても、役所は待ってくれません。税金や保険料というのは、支払い期限が決まっている強制的な債務です。払わなければ、督促状が来て、最悪の場合は財産差し押さえになります。あなたは、画面のマイナス 30% という数字を見ながら、涙を流して売却ボタンを押すことになります。100万円の税金を払うために、本来なら150万円の価値があるはずの資産を、安値で叩き売るのです。これは、投資効率を下げるだけでなく、自分の身を削って国に払うような感覚になり、精神的なダメージが計り知れません。せっかくの悠々自適なリタイア生活が、恐怖と後悔の日々に変わってしまいます。だからこそ、リスク資産で、確実な支払いの準備をしてはいけないのです。不確実なもので確実な借金を返そうとしてはいけません。では、どうすればいいのか。50代が取るべき、賢い対策。それが税金用現金クッションの確保です。これは、日々の生活費とは、財布を完全に分けてください。向こう1年から2年分の税金、社会保険料を、現金でプールしておく、という戦略です。具体的な作り方と手順を、3つのステップで整理しました。ぜひメモを取りながら聞いてください。ステップ1、敵の大きさを知る。まずは、自分が退職した翌年に、どれくらいの請求が来るのか、お化けの正体を見極めましょう。見えないから怖いのです。Google で、国民健康保険料シミュレーション、〇〇市と検索してください。多くの自治体や融資の計算サイトが出てきます。そこに、昨年の源泉徴収表を見ながら、給与収入などの数字を入力します。住民税も同様です。だいたい年収の 10% 程度を目安にしてください。例えば、試算の結果、国保50万円、住民税30万円と出たとします。合計80万円です。うわ、高い、と思うでしょう。でも、
これで敵の大きさが見えました。来年の6月までに現金で80万円用意すれば、この勝負には勝てます。ステップ2、退職金や貯蓄から先取りで隔離する。退職金が入った瞬間やリタイアする直前に、この80万円をいつもの生活費口座とは別の銀行口座に移してください。そして通帳にマジックで税金用絶対使用禁止と書いておいてもいいくらいです。このお金には絶対投資禁止のラベルを貼ります。たとえ相場が良くて今買えば儲かるのにと思っても、このお金だけは触ってはいけません。これは来年のあなた自身への仕送りであり、暴落時に株を売らないための命綱です。利益を生むためのお金ではなく、あなたを守るためのお金です。ステップ3、固定費を見直して出血を止める。税金用のクッションを用意しつつ、並行してやるべきは、少しでも安くする方法はないかを探ることです。例えば、健康保険には、年位継続という制度があります。退職前の会社の保険に最大2年間入り続ける制度です。国保と任意継続、どちらが安いかは自治体や年収によってケースバイケースです。これも事前にシミュレーションして、安い方を選べば年間で数万円から十数万円の節約になることもあります。また、ご家族が働いているなら、その扶養に入れないか検討するのも一手です。もし扶養に入れれば保険料はゼロになります。これが最強の節約です。投資のリターンを数%上げるよりも、確実に出ていくコストを数万円削る方が、退職後の家計改善効果はずっと高いですし、リスクもゼロです。いかがでしたでしょうか。退職後の自由な生活、それを心から楽しむためには、お金の不安を消しておくことが大前提です。特に、国保や住民税といった行政からの請求書は逃げも隠れもできません。必ずやってきます。だからこそ来てから驚いて慌てて株を売るのではなく、来ることを前提に現金を積んで待ち構える。これが大人のリタイア戦略です。この準備さえあれば、ポストに封筒が入っていても、ああ、来たね、準備してあるよと余裕を持って対応できます。今日からできる一手。ぜひ、今週末に時間を作って、以下の3つをチェックリストとして確認してください。1、昨年の源泉徴収票を引っ張り出し、今の年収を確認する。2、自治体のホームページやシミュレーションサイトで、来年の支払い額をさっと計算する。3、今ある預金の中で税金用としてロックできる金額はいくらか確認する。もし現金が足りないかもと思ったら、退職の時期を少し遅らせてボーナスを待つか、退職金が入った時の投資配分を見直してください。全額投資になんて絶対にしてはいけません。投資で攻めるのは守りを固めてからです。その順番さえ間違えなければ、どんな請求書が来てもあなたは笑顔で対応できます。最後に重要なお知らせです。国民健康保険料や税金の計算を自治体、市区町村によって両立が違いますし、世帯状況、家族の年齢や人数によって本当に千差万別です。今日の話はあくまで一般的な仕組みの解説ですので、正確な金額を知りたい方、必ず役所の窓口で相談したり、試算してもらってください。知らなかったが一番の損になります。今日の動画があなたの守りの資産設計、そして安心できるセカンドライフのヒントになれば幸いです。役に立ったと思ったらいいねボタンで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。